2022年の2月から仕事効率化のためにこのデスクアイテムを入れたらこれが短縮できるかもしれない。このデスクアイテムを使えばきっと仕事がもっと早くなる。そうやって何もなかった僕の書斎にどんどん時短アイテムが集まってきたんだよ。究極のデスク環境を作るために丸2年を費やして、そして今時短アイテム探すのにめっちゃ時間使ってる。今回ユニアクセサリーズ様にスポンサーいただいて、そんなデスクを紹介していきます。僕が2年かけて作ったデスクツアー2024。ステイチューン。いやー、もうこれで満足だわ。マジでもう変えるとこ全然ない。もう一個もないわって3ヶ月ぐらい前も思ってたんですけど、結果3ヶ月経つとめちゃくちゃデスク変わってるやんってないですか？ねえよ。この3、4ヶ月で、変わったアイテムを中心に、そして長く時の洗礼に耐えたアイテムも含めて一からね、今日はまとめていきたいと思います。まず電源はブルーティー AC70 をもう日常的に使ってます。ボタ電ですね。これから全ての電源を取っています。モニターは LG のモニターを使っていて 31.5 インチのモニターです。4K モニターを使ってます。そしてデスクの天板は IKEA のカールビーというもので 22,900 円で僕は買ったんですけど、2年経ったら価格が 49,900 円になってました。デスクの足はフレキシスポット E7 という電動昇降デスクを使っています。デスクを電動で上げ下げできます。集中が切れそうになった時に上げたり、しんどくなったら座ったりで健康維持に努めています。左手デバイスはツアーボックスエリート。メインのキーボードデバイスは HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S 英字配列無刻印を引き続き使っています。これは鉄板アイテムになりました。どんなキーボードが来てもやっぱりメインのキーボードはこれ。動画編集の時はこのキーボードじゃないと僕ちょっとできないんですよね。そしてマウスは今現状は MX-L5 というロジクールのトラックボールマウスを使ってるんですけど、これ動画でも話したんですけど、慣れるかどうかめちゃくちゃ心配だったんですけど、1ヶ月ぐらい経ってからだんだん慣れてきて、今はもうこれで普通に操作することができるようになりました。難点は結構マウスの移動が多い時はちょっとやりづらさはありますが、通常使いには全く問題なくなりました。 YouTube やってると結構いろんなキーボードを試しますが、僕の場合は Windows に別のキーボード、 Mac は HHKB で今のところ鉄板で使っています。サブモニターには eHomeway の 4K OLED 15.6 インチのモバイルモニターを使っています。これ動画編集の主にカラグレとかね、カラーを見るときに使ってて、LG 製のパネルで 4K3840×2160 の解像度、有機 EL の OLED を使っているので発色がいい。厚みは 4mm。マルチタッチに対応していて、タッチペンとかで操作することもできるようになっています。接続は裏面のヒンジ部分についていて、USB Type-C が2本とミニ HDMI が1本ついています。付属はね、ケーブル全部ついているので、このモニターだけ買えばもうあとは何もいらないっていうような仕様になっていました。スピーカーはつい先日 iRODE マイクロモニターからジェネリックの G1 に変更したばかりです。このスピーカーは両側で10万円弱する、高級スピーカーって言っていいんですかね。めちゃくちゃ高いスピーカーなんですけど、買って聴き比べてみるとやっぱり音楽聴いててボーカルがやっぱりすごいっていうか全然違いました。で、低音が強いとか高音が強いとかっていうよりはもう音のこの塊感がしっかり出るようなスピーカーです。スピーカーの取り付け方法はモニターアームを2本追加してこのアームにスピーカーをマウントするという方法にしています。別途サウンドハウスさんでベサマウントに変換するアダプターを買って、これ1万円ぐらいするんですけど、でこれでベサマウントしているって感じなので、前から見たらこう宙に浮いているような感じで設置することができています。在宅ワークなんで音が出せない環境の時は最近この QCY の H3 というヘッドホンを使用するようになりました。これ USB Type-C で充電をして、有線の場合はハイレゾ、そしてノイズキャンセリングまでついて 6,980 円っていうめちゃくちゃお安い価格で購入できるんですね。カラーリングは白と黒があって、僕は白を選びました。でこれがね、
速圧っていうんですか、締め付けもそんなになくて、一日中つけてても問題ありませんでしたし、会社にね、出社するときに、通勤時間1時間ぐらいあるんですけど、その間つけてても速圧でしんどいなみたいなことはなかったので、長時間使用ができるんじゃないかなと思います。音質もね、めちゃくちゃ良かったです。そして外部ストレージは、これがちょっと面白くて、下からファンで風で強制的に冷却するタイプのこの M.2 SSD のケースを使用していて、SSD 自体はサムスンの 970 EVO プラス 2TB を使用しています。そして説明はちょっと前後しますが、メインのモニターアームはエルゴトロン LX のホワイトを使用していて、この使い方だったらトレースでもいいかなと思うんですが、トレースの値段約半分以下で購入できるので LX おすすめです。デスク裏に取り付けている LED テープは TP リンクのものを使ってたんですが、最近ナノリーフのライトストリップというものに変更しました。いろいろものを追加してたら、もう配線がね、えらいことになっても収まりきらずに、今ちょっと裏側はね、あんまりお見せできるような状態じゃないんですけど、この中にも詰め込んでるっていう状況で、前から見たらそんなにね、見えないんですけど。ということで、もう音とかモニターとかキーボードとか、こだわり出したらキリがないなっていうのはよく分かっていただけたかと思いますが、ここからですね、このサブモニター環境っていうところを紹介します。まず iPad をつけているスタンドは、今もエルゴトロンの LX に MagFlow というですね、iPad スタンド用の、プレートを取り付けています。で、このプレートに LX を接続して、モニターアームに使っているって感じで、これね、結構自由度が高くて、いろんな場所に iPad を持ってこれて楽なんですよね。で、iPad の設置方法は簡単で、もうそのままペタッと磁力でくっつくっていう感じになっています。これ導入してから書き仕事は全部 iPad でやるので、iPad の前のデスクを照らすように、今ですね、BenQ のラップトップバーという、モバイルできる照明を取り付けて使用しているって感じですね。これがね、すごくて、モバイルバッテリーかな、バッテリー駆動でも非接触でですね、明るさ、そして色温度まで調節することができるという、めちゃくちゃこだわり抜いたモニターライトなんですね。電池もね、普通に使う時だけオンにしてれば、毎日充電しないといけないってことはなくて、そこそこ長持ちするなっていうところと、明るさをね、角度変えれるので、非常に使いやすいモニターライトです。メインのデスクのモニターライトは、BenQスクリーンバーハローを引き続き利用しています。もうこれ鉄板ですよね。照明とスピーカーをスマートプラグにつけてオンオフにしてるんで、僕の場合は一応リモコンは使わなくても電源がオンオフすることができるんですけど、このリモコンは僕は調光と、この後ろがね光るんですよね。それの切り替えとかに今現状は使用しているって感じです。あとは雰囲気出しにこの LED 照明、これね、単4電池3本でつけることができて、何時間連続だったかな、8時間か9時間ぐらい連続で点灯することができるんですよ。で、このポストジェネラルの LED ランプを2つね、これね、外でも使えるんで、僕はキャンプと、家の補助照明的な感じで使用しています。めちゃくちゃおしゃれでいいです。もう一つの照明は IKEA のテールナビという、テールランプですね。テールランプに LED の電気をつけて使っています。これも Alexa で制御しています。デスクの上に置くアイテムっていうのはいろいろね、試行錯誤は必要ですよね。おしゃれを基本的にやってるわけじゃないんですけど、機能性も重視したい。デザインが機能性を損なわないというか、それそのものがデザインになってるっていうのも重要なポイントかと思います。この 4-in-1 ワイヤレスチャージャーはまさにそうなってて、トランスフォームするんですよね。平面にも置けるし、で立体的な感じで置くこともできると。で iPhone と AirPods、Apple Watch が充電することができます。こうやって立ててね、スタンドみたいな感じで使うこともできるっていうアイテムで、これはね、非常に良かったですね。
続いては僕 Mac mini を使用しているんで、USB ドックみたいなハブは使ってなかったんですけど、今回ユニアクセサリーズ様から USB-C ドックっていうのをご提供いただきました。これ6905円するんですけど、8in1 というか8ポートあるのかな。しかもねこれケーブルが自由に抜き差しできるタイプなんですよ。前面に SD とマイクロ SD、USB タイプ A、5GBps かな。これが2発、合計4ポートついています。で、これをね、前面にして、録画データとかをSD 入れたりとかに使っています。で、背面は USB タイプ C、これサンダーボルト3のかな。USB タイプ C と HDMI。で、LAN ポートと USB タイプ A が付けれるようになっている。僕は背面はね HDMI と USB タイプ A を使用しているっていう状況ですね。でこれがねサンダーボルト3でここでつなげるんですよね。でケーブル付属のものを短いのがついてるんですけど、規格が合えば長いものに変えても使えるんですよ。つまりケーブルがダメになったらこれ使えなくなるとかではなくて、ケーブルをね抜き差ししていろんなところに設置できるようになるというアイテムです。結構探してる人多いと思います。で僕の環境では Mac と Windows のノート PC 両方使ってまして、そこのデータのやり取りをするのに SD カードを使用しています。その SD カードを書き換えするのにこの USB3.0 のリーダーを使っています。USB から SD にデータを移してそのまんま Windows のノートに挿すっていう感じで、これがねマイクロ SD と SD カード両方に対応していて990円なのにすごい質感です。そしてもう一つ Apple のペンシルですね、スタイラスペンシル、これも2580円なんですけど、質感がやばいですよね。アルミのアルマイト加工みたいな形になってて、めちゃくちゃ質感が高くて、書き心地もですねもう何の違和感もなくて、でね、ミスタイプっていうのかな、ミス書き込みみたいなそういうのもない。で磁力で、iPad にくっつくという、1点マイナス点が充電方式で、この専用のですね充電ケーブルがあって、これをねペンの反対側にカポッとつけて充電するんですけど、もしやこのケーブルなくしたら充電できないのではという感じでした。デスク環境を構築し始めた当初は電動昇降デスクがあるからオフィスチェアに関しての、僕の中での価値観っていうのは結構低めだったんですよ。ところがこの椅子に触れてから全ての考え方が変わりました。グロースピカエリートラシカルさんから出ている、ミドルクラスよりどっちかというとハイクラスに近い価格設定のワーキングチェアです。89,800円で販売されています。でこの椅子がですねエルゴノミックチェア、人体工学っていうんですか、非常にね座り心地がいい。まずアームレストがね 4D かな、前後左右回転上下全部動きますと。これでね自分のポジションに合わせたアームレストを設定することができるので、タイピングによる肩こりがほとんどなくなりました。そしてこのランバーサポートがですね前後に動くんですよね。これで、姿勢よくタイピングとかする際に背もたれを使わずにこのランバーサポートだけで姿勢正しくタイピングすることができます。そして上下にも上がるのでベストポジションにつけることができると、これがね最強のオフィスチェアじゃないかなと、今現段階で僕は試した中では最強かなと思いました。デスクにねこれだけ物を設置すると配線もねだいぶぐちゃぐちゃになるんですけど、僕はデスク背面はなんとか配線の影響を受けずに整理することができています。フレキシスポットの純正のケーブルトレイも使いつつ、山崎実業のアンダーテーブルストレージ、通常は引き出しに使うものをコンセントとかケーブル入れにしています。そしてオーディオインターフェースも今のところマジックアームでデスクの背面に接続しています。ということでね、今回は変更したものを中心に、でも昔から使っているものも盛り込みつつデスクツアーを行ってみました。
このデスク、これ以上やるとこないかなとか思いつつも意外とあったりします。そして今回、スポンサーいただいたユニアクセサリーズ様、本当にありがとうございました。このね、ちっちゃい出張とかにすごく使えそうなアイテム、これ一つ一つが安価なんですけど、質感がね、すごく良くて、正直びっくりしましたね。これをもって僕も出張とかに、大活躍するんじゃないかなと思っています。で、このアイテム一つ一つの精度もそれこそいいんですけど、同じものでも USB Type-A と Type-C が用意されていたりとか、今、接続端子って過渡期だと思うんですけど、古い端末にもしっかり対応するものを作っているっていうところで、ユーザビリティあふれるメーカーじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんもですね、概要欄に全部記載してますので、よかったら見てみてください。個人的には今回、紹介したデスクの中で、買って一番良かったなって感じたのはやっぱりスピーカーだったかもしれないですね。仕事をする上で一番重要なものっていうのはやっぱりキーボードとマウス。トラックボールバウスは最初は慣れなかったけど、結果としてはいい感じで収まったんじゃないかなと思います。ということで今日の家活はここまで。次回の家活もお楽しみに。ではまた。